皆様、こんにちは。シスコシステムズの中村と申します。できる5分くらい設定シリーズ。本日はスノートバージョン2、FMC&FTD、パスルールの設定方法についてご紹介させていただきます。利用シーンとしてましては、例えばですね、特定 IP アドレスの誤検知、フォルスポジティブが発生している状態で、特定の IP アドレスだけ許可したいという時にですね、こちらのパスルール非常に使えます。事前に用意するものとしてはですね、シンプルで2つだけです。Firewall Management Center とですね、Firewall Threat Defense、スノートバージョン2が稼働しているものをご用意してください。ちなみにバージョン 6. 系のですね、デフォルトはスノートバージョン2になってますので、こちらのバージョンを使っていれば問題ございません。また、FTD のバージョン7以降ですと、スノートバージョン3というのも出てまして、スノートバージョン3の方が利用はお勧めになるのですが、設定方法が若干異なりますので、今回は割愛させていただきます。次に、パスルールのロジックのご説明となります。特定の IP アドレスなどを暗黙に許可することができます。例えば、すべてのトラフィックがですね、イントルージョンルールにですね、マッチしている状態で、特定の IP アドレス宛てのですね、パスルールっていうのをですね、作っていただくことによって、そのパスルールにマッチするトラフィックだけ許可するといったですね、挙動することができます。こちらがパスルールの設定ステップとなります。問題を識別し、ルールを編集し、新規保存をしてですね、パスルールを作っていただいて、侵入ポリシーで設定し、ポリシーのデプロイというですね、4ステップで簡単に設定することができます。実際のですね、デモ画面で今回ご紹介させていただこうと思います。まずですね、こちらが端末の画面になります。8.8.8.8 宛てにピングを打ってみようと思います。はい。こちらですね、途中の IPS で ICMP のですね、通信っていうのをルールで止めてますので、通信ができない状態になっております。はい。全然止めませんね。でこの状態で、このようなですね、FMC のイベントを見ていただきますと、はい、8.8.8.8 宛ての通信っていうのがですね、プロトコル ICMP ピング384のスノートルールで止められてしまっていることということをですね、確認することができます。では、このですね、止められている通信っていうのはですね、パスルールを使って早速許可してみようと思います。許可の仕方となりますが、まずですね、オブジェクトのイントルージョンルールスっていうのをクリックします。で、ここですね、先ほど、トリガーされていた、ルールですね、384番っていうのを検索しますと、はい、こんな感じで、プロトコル ICMP ピングのルールを、発見することができます。こちらをエディットをしていただきまして、まずメッセージはですね、適当な名前で大丈夫です。例えば ICM ピングパス 8.8.8.8 みたいなルールを設定してあげます。およびですね、大事なのがこちらのアクションですね。こちらをパスにしてあげてください。そして、ソースは今回は Any、宛先は 8.8.8.8.8 っていうのを設定しようと思います。そして、セーバーズニューをクリックしていただきますと、はい、保存ができました。これですね、ローカルルール、100万番台っていうのが自動でアサインされるんですが、作られている状態です。ただですね、デフォルトディセーブルになってますので、次はこちらのディセーブルのルールの有効化が必要になります。ポリシーズからイントルージョンをクリックしまして、はい、イントルージョンルールの、今回スノートバージョン2ですね。はい、の、ルールズから、先ほど設定したですね。はい、ルールっていうのを検索しますと、はい、こんな感じで出てきます。デフォルトですね、ディセーブルになってますので、クリックしていただいて、ジェネレートイベントに変えてください。これでパスルールの設定は完了となります。はい、すいません。
忘れておりました。ですね、まずですね、コミットチェンジスっていうのを押していただいてからですね、はい、設定をですね、FTD デバイスにデプロイですね。ここまでやってから、完了ですね。失礼しました。はい、デプロイ成功しました。ではですね、このパスルールが正しく効いているかどうか、まずは端末側で確認してみようと思います。端末側を開きます。はい、もう、はい、8.8.8.8 宛てのピングが飛ぶようになってますね。これがパスルールが効いている状態です。試しにですね、8.8.8.8 は許可してるんですけど、8.8.4.4 は許可してない状態になりますので、こちらちょっとピングしてみようと思います。はい。8.8.4.4 は、パスルールで許可してないので、伴いということを確認することができます。はい、また 8.8.8.8 宛てにピングをしますと、はい、飛びますね。これがパスルールの効果となります。では、FMC 側ちょっと見てみようと思います。はい、FMC のですね、イベントっていうのは、アナリシスのですね、ニューファイルイベント、こちらバージョン 7.0 からの機能なんですが、こちらで確認するか、もしくは、イントロージョンイベントから確認することができます。はい、ちょっとイントロージョンイベントを見てみようと思います。で、こちらのプロトコル ICMP ピングですね、こちら見ていただきますと、はい。ちょっと時間的に分かりづらいんですが、14時41分17分からですね、8.8.4.4 は検知してるんですけど、これ以降ですね、8.8.8.8 が、イベントとして、検知して、ブロックされてないというところが、イントロジョンイベントから、確認することができます。また、ニューファイルイベントの方をですね、見ていただきますと、はい。8.8.4.4 はドロップされてるんですが、ちょっと最新の、通信フローですと 8.8.8.8 っていうのはですね、特にドロップせずに許可されてるってことが、ユニファイドイベントからも確認することができます。はい、私からのですね、ご紹介は以上となります。ご視聴ありがとうございました。今後もですね、役立つコンテンツたくさん投稿していきたいと思っておりますので、ぜひサクセスチャンネルのですね、チャンネル登録といいねしていただきますと幸いです。ではまた。